那奇。所以他们就永远被禁锢在这里了。可是这样的话，会不会就是专门让他们看到自己想要的东西，专门让他们就展现给他们看他们的宝物，然后以此就是作为一个陷阱把他们困在这儿呢？让他们自以为已经看到了宝物。如果目的就是为了让他们留在这里，让他们的旅途终结的话，迷った。いびつな建造物、頼りの雨霧も入っていない。震度計も範囲外。あのノッポにも追われるし。くそ、あの花びらに気を取られすぎた。せめて元の場所に戻れれば。他们都已经在逃了。他不会也认得雷格吧？哇，他那么坚硬的预判，哇，粘液，滑滑的，这一会儿还要上升了。是发塔的。つけてきていたのか。すまんが、僕は二人のところに戻るぞ。助けてくれたことは感謝する。逆だ。お前がいると場が荒れ果つる。取り除いた。お前、因为火葬炮吗？できる限り早く去られる。我にファプタは止められぬ。あの村も止められぬ。这个村庄是邪恶的。喋れるならもう少し分かりやすくしてくれ。つまり村はそちらにあらず。逆だ。怪可爱的。本当にこっちでいいんだろうな。さっきからやけに獣が活気づいている。雷哥好小一ここには个。獣よけがない。獣よけ？ファプタがお前の同伴者に施したああ。先触れの獣にファプタと対象の体毛を混ぜし呪物。なんだと？まさかあの時の不気味極まりない。あれがそうなのか？ならあの書き置きもお前らの仕業なのか？ファプタはお前がお前だと疑わしくなり試したのだ。小老僧についたお前はファプタを探しもしなかった。小老？欠落した情報を戻さねば。なあ、知っているなら教えてくれ。僕は何なんだ？知らぬ。お前のごとき干渉機は情報に。你这种东西。干渉機？我は干渉機。見て触れて知り集める。各々の層には干渉機が置かれたが、他の者の通信は途絶えて久しい。不全を起こしたか。那也是很强的战力了。印象は我と似るが、干渉機は層をまたがら、果たして作りし者は同一なのか。作り主を知っているのか？その情報は与えられていらざれる。
どこへでも行けるお前が解き明かしてくれ。見えたぞ。イルブル、村だ。楽しんでる？妈，真的好可愛啊！何よりだね。あれうまい。たまに厄介なのもいるけれど、見ての通りみんな気のいいやつらさ。まあ三軒っていえ、悪い悪い。三軒ってのはイルブル。この村を作ったとっても偉い。那应该就是他们小队那3个人，还有那个白毛。これはご挨拶が遅れました。リコです。白笛は今預けてるからタンクツカです。そうかい。いいね。イエーイ。またね。なんだ。駅。なんかお日様みたいな匂いする。エクソ。好可愛啊！这个桌布。おお、まだいたのか。お願いがあるんですが。おお。言葉教えてくれませんか？立刻。わちらの言葉は動きや名前がいくつもくっついたものが多い。例えばこれ、ジャコプ。ジャコプ。意味は頼むが4割、特別が3割、刺激が3割ってとこだ。おお。そんでこれがイルブル。この村のことですよね。知ってたかいな。そう。村が5割、あとはゆりかごが4割、母が1割だ。村、ゆりかご、母。あとはほれ、これが了解だな。コンボス。コンボス。ありがとう、イエンメ。ごめんなさい、レゾーチ。パモ、またね。这太難記了。してほしい、お願い。そんだけ覚えとけ、あとは慣れっさね。ありがとうございます。いいさ。まあ私も喋れて楽しかったよ。友達見つかっといいな。はあ、本当に人の子は手に入れたくてしょうがなくなっちまうわな。そうだ。2人が行きそうなとこ、どこか心当たりありませんか？そうさな。この村の端っこにさ、誰も入らない領域があるんよ。生贄の穴のさらに奥、目の奥、ドグープって呼ばれてる場所でな。哦，不会就是村の連中はな、そこに行くとなんつうか本能的に参っちまってさ、布耶卡在的地儿吧？でも村のものじゃない君の友達なら調べに行ってもおかしくないかもな。なんだってドグープには村の秘密が眠ってるって話さ。ワクワクするじゃんね。メイニャ界でもモアモアが見えない。村と同じで力場がないんだ。うわっ、何このまあとりあえず壁伝いに。うわっ、何どうしたの？哦，就是他在的地儿吧？足元全部生産の時の。動いてるけど何もしてこない。这个村子的规则就是他们在守护着落ち着いていこう。整个价值体系，包括清算。横穴だらけ。どれ？とりあえずここから。何？但这样的话，他都已经在这里待了巨久了。
天呐！慣れ果てじゃないハディ。让我想到了第1集时候的他，ちゃんと人に見えるんだ。他都不知道了。ごめんごめん。誰かと喋るの久々すぎて変なこと言ってたら自分ごめん。慣れ果てじゃない。6層に人。もしかして白笛ですか？6？白？ごめん。自分はベーロエルコ。長いからベーコって呼ばれてる。多分人。今はこの子たちに名前つけたり歌歌ったり暇だからね、カティちゃん。6層とか白なんとかはごめん、知らない。そんで君はなんだってこんなネバネバしたとこに？私リコです。レグとナナチを探してるんです。レグ？他也记得。これならラホチュソス、ジンシーツ、ふわっふ。いや、そうじゃなく友達なのかな、その2人。はい、全然見つからなくてここにいるかなって。さっきのあれかな。ねえジェシー、信号来たから1人は知ってるかも、居場所。本当ですか？案内してあげたいけど、ほらこれ自分で。他是被钉在这里了吗？君が取れろって気持ちで触ってくれるだけでいいんだ。あなたひょっとして悪い人なんですか？え？この村ってさ、成り立ちが良くないんだ。それこそ呪われてるって言っていい。自分はそれに一枚噛んでる。地獄の中で何もかも麻痺してさ、生自分たち寒。が地獄を作り出す側になってた。そんでもうどうにもならないのに、この村作るのだけは嫌だって反対して、挙句暗がりに封じられて。でもさ、自分この村を信号を通してずっと見てきてさ、成り立ちはおぞましいけど今は結構悪くないとこになってるんだ。呪いの吹き溜まりでいびつに果てた子たちが人の体を失ってもなお心だけを残して、それでも営み続けてる。何のお話だっけ？自分は悪いやつだよ。欲にくらんで人以上のものになりたくてこんなとこに来ただけじゃなく。ごめんなさい。立刻。実は悪い人でも関係ないの。案内してくれませんか？遅くなってからじゃ。他还有现在要真实的，但他真的能出去吗？君はとってもいい子だね。あ。マーさん、大丈夫？ごめんね、私が一緒に来てって言っちゃったから。その子は君に選ばれたんだね。すごいね。村の子にとってここは抗いがたい。但是那他也来跟着来了。時に憧れは炎も制する。だよねリコ。憧憬和意志这个。さあ行こうか。その子もここは辛いでしょ。これ登るの？無理。だって足腰弱ってるのに。頑張れ。すごい。今こんな風になってるの？信号だけじゃ全然わからなかったよ。着るものないかな？見つかるとまずいんだ。啊，还双马尾，怪可爱的。なんかちょっと前から随分賑やかなんですよね。何かあるのかな？これ呼び込みの時期なのかな？呼び込み？
自分も見るの初めてだから後で見てみようか。ほらここ三軒ベラフの贝拉夫就是他那个白毛。はずだよ。ごめん。自分はここ入れない。脱出したのバレたらハディやばい。自分抜きでいいかな。他们3个人每个人都有一个职责。マーさんもいるし。まあ。ベラフ。ごめんください。入りますよ。まあ。おっと。私ベラフさんに用があって。已经中招了吗？这是。待って、人の子。マジカジャさん、一体何が。ハーディ、それが。ワヌファム本で。人の子、美しい。ロンソー、こんにちは。私贝拉夫。お前は何をしてきた？还有点他的那个头发的样子。そんでここにいたんで、ね、ナナチ。そのふわふわ、自分自身因为他売りさばいた。ミーティ、私から買うため自分手放した。私もうミーティ吸えないけど、ふわふわナナチずっとここにいる。2つともずっとここにある。天呐，还这样抓着！我怎么觉得他故意的呀？他坏。そしたらナナチが白を見る目になって、ミーティはいくら吸ってもなくならないベラフの一番の。他一直吸。なんてことない。这根本就不是米蒂的，这不是娜娜奇的米蒂。これ以上ミーティを傷つけないでくれ。そう言ってミーティ買うため自分売ってしまった。今は煙吸って寝かされてる。びっくり。その目、あの時一緒にいてくれた。あ覚えてるよ。ありがとね、ミーティ。人の子、ミーティ知ってるのか？はい、ナナチの大事な人で、私の恩人なんです。他把妮可带回来了。对啊。ミーティ、仮面の灰兔耳朵。男は黎明教を名乗った。何度目かの訪問の時、ミーティにいた。匂いで分かった。本物の不死だ。愛の信号。媒介して強力に結晶化したもの。ある意味での奈落の化身。どうしても欲しかった。だが、あらゆる対価もってしても譲ってもらえなかった。那这个是。あれ？じゃあどうやって？対価を払い、イルブルに産んでもらった。所以这根本就不是真的，而是孕育出来的。我去。哦不，怎么？ナナチは自らのすべてを対価にした。お前、私に何を差し出す？私に何が出せるかまだわからなくて、教えてほしいんですが。君の全身であれば今すぐ。交渉だ。考えろ。ですね、人の子供そのままってここじゃとんでもない価値なんですよ。さ
すがにそれは他可以自己骗自己。たっぷり育てた髪の毛と左手の爪5つ、今身につけてる装備全部ってどうですか？確かに欲張りすぎた。じゃあけどそれじゃ足りない。さらに3つから選んでほしい。両目か両足か臓腑の半分か。これ以上は譲らない。私欲しいが欲張らない。死なないよう万全を尽くす。人の子よ、选んでほしい。天呐，贝拉福到底发生了什么呀？天呐，等于说这个米蒂是贝拉福他用自己类似于已经一半的器官给造出来的。我觉得这已经不算是娜娜其他的米蒂了。这么看来，我之前还在想米蒂他会不会自己就是分裂之类的，就像他的不死之身一样。那应该米蒂还是只有那一个米蒂。我还挺喜欢就是前面再次出场的这个巨大的生物大鸟一样吧，真的有一种很高贵的感觉吧。就是这里面创造出来的生物都还是挺天马行空的，就包括后面出现的文字也是，作者脑洞还真的是挺大的。我觉得他这个文字系统应该是自成一套标准的，应该是真的有专门去设计。就是我也很好奇到底是什么束缚住了维可吧，毕竟是那些后面看似是像蜘蛛腿似的绳子，并不是真正能束缚住他的东西，立刻这样轻轻一扯就扯掉了。在他的那个回忆里应该也是看到了，应该是他们亲眼目睹了法布塔他的这个生孩的形成吧。贝拉福应该也是生孩化了，只不过他的生孩变得不是像毛茸茸的状态吧，已经是完全是这个巨大的蛇状的骨骼框架了。我觉得真的也挺心疼贝拉福的，就是什么让他们变成了这副模样吧，就感觉都是欲望使然。最开始还是非常喜欢他，就是非常睿智，然后能带有他的思想，并且就不断去用他的眼睛发现美的这样一个很有智者的这种角色。但是现在他已经幻化成这种模样，并且还不知道是不是因为看到丽可他们还就是滴下了口水一般吧。他跟丽可在那儿讲价的时候，也完全凸显出一种就非常冷酷，完全再也没有那种同理心的真正的一具空壳了，像是。但是反观维可在他们三姐里面，就是应该还保持这种人的模样，而且感觉其实他的这个个性都大差不差，应该也是他想要去阻止过这一切发生吧。真的就是好可惜啊，她那样美丽的一双眼睛，现在就是在里面长出像触手和就是舌头一般，就是血淋淋的在吸食着米蒂，真的是太恐怖了。贝拉福也说，就是米蒂它可以算是深渊的这个化身，它是以这种爱为信号的媒介结晶化成的一种诅咒。我觉得这可能已经多少暗示了深渊到底是怎么形成的吧。我觉得这也多少能匹配到就是娜娜奇和米蒂当时那个实验，就是他们一定要有强的这种羁绊和爱，才能够去承担另一部分诅咒的力量。这个村子真的还是太可怕了，它本身就可以将你的这种一旦有了欲望都可以具象化。那你一旦看到了你的欲望，你想要的东西，你的宝物已经呈现在你面前，你就会为之所坠入这样的陷阱，这样的沼泽，然后就是这样甘愿的付出，甘愿的成为别人的价值。虽然我觉得娜娜奇应该是肯定会被夺回来的，丽可的3个选择都真的太残酷了。但是我觉得丽可他是真的有在去想，就是怎么去抉择，怎么去权衡。我也很好奇，为什么维可还不敢再去见到他们的3贤之二？觉得他们明明以前都是那样的伙伴吧，可能虽然后面发生了一些分歧。那这期视频到这结束啦，我们下期再见啦，拜拜。